皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、タイムを早くしていくためにはどういう練習をすればいいのかという新提案をさせていただこうと思います。よかったらご視聴ください。結論から申し上げますと、2つ重要なことがあって、1つ目は性能がいいキューブなんだけれども、ちょっと苦手なんだよなというキューブ。これすごく重要で、性能がいいキューブです。コアマグネットとかが入ってなくって、すごく回しにくいキューブというわけではなくって、性能がいい。性能がいいんだけど、どうも自分にはあんま合ってないなと、回しにくいなというようなキューブ。そういったキューブをまず用意してください。で、二つ目が、自分が一生懸命回してます。回している。そのスピードの98ぐらいのスピードに指を落としてみる。あまりね、指のスピードを落としてみるっていう言い方は好きじゃないんだけれども、今までマックスで動かしてたというのを、自分の感覚でいいので、ほぼマックスなんだけど、98ぐらいの指のスピードに落としてみる。回しにくいキューブを使うことによって、必然的に、丁寧に回さないといけない。ゆっくり回さないといけないっていう言い方に、なっちゃうんだけど、丁寧に回さないといけないというところがあるんだけれども、丁寧に回すことによって引っかからないということがあるのと、あとは、回し方の矯正ができるんですよね。で、これはあくまで私に限った話でもないかもしれないんだけれども、回し方が雑なんで、なんとかして、もう綺麗にスコンと回せるようにならないかなというのは、もの自体を変えないといけないと思うんですよね。なので、性能が非常に高くて回しやすいキューブ。引っかかるキューブですね。そういった引っかかるキューブっていうのを使うことによって、必然的に矯正ができるよというところがありますから、私はそれが V10 だったという話なんですね。で、トルネードとかもね、最近レビューして使ってはいるんですけど、今回のこの動画の検証ではね、使い慣れてる V10 の方がいいので、V10 でご説明をしているんですけれども、私にとっては非常に内部がガチガチ引っかかって、丁寧に回さないと回しにくいなと。コアマグネットが入ってないキューブみたいなぐしゃっとなって引っかかるとか、そういった回しにくさとは違うんだけど、非常に性能が高いんだけど、自分が下手だから回しにくいなというようなキューブが、ドンピシャで V10 だったんですね。で、この V10 もね、じゃあ回しにくいからただ使ってるのかっていうとそういうわけじゃなくて、しっかり設定とかを煮詰めていって、こういう感じの設定で使えば、使いやすいなというような状態にセッティングをしてるんだけれども、この2点です。で、この詳しい話はね、後にさせていただこうと思うんですけれども、大体ね、平均が、これガチのモードなんですよ。一番最初にこの動画を撮るために撮り始めただけで、すごくいいタイムが出たからとか、そういう撮り直しをしたとかじゃなくって、一番最初ね、スマホの位置とかを調節してたように、本当にガチの撮り始めて、普通に解いてるよっていう感じで。考えてるところとか、そういったところカットしてますけど、基本的にはノーカットで普通に揃えてるという感じなんですけれども、だいたい15秒ぐらいで、落ち着いてるというところなんですね。で、このね、15秒ぐらいで落ち着いてるとはいえどもね、かなりね、見落としてるところとかもあったりして、12秒とかで揃ってるやつとかでも全然手止まってるんですよ。止まってるんだけれども、完全に見落としてるかっていうとそういうわけじゃないんですよね。だから、指のスピードを落とすとか、そのキューブを限定して使ってみるということによって、新たな世界が広がるよというのがありました。なので、そちらの詳しい話はね、後半させていただきますので、この後ね、3分ぐらいなんですが、私のヘボ ASMR をね、ぜひお聞きください。ざっくりこれぐらいのタイムで揃ってるよっていう参考になると思います。では、ご覧ください。
はい、というわけで、いかがだったでしょうか。80% とか、そこぐらいまで指のスピードを落としてしまうと、まさに本当にゆっくり回しみたいな感じになってしまうので、F2L のスロットインの時とかというのが非常にわかりやすいと思うんです。例えば、F2L のスロットインをする時にですね、クロスがこうやって組めたとします。で、これとかを、例えば、こっちにね、パッと突っ込んでいこうとするときに、スコンと突っ込んでいくっていうことはできるんですけれども、例えばですよ、コーナーがここにいるとかっていうのはもう分かってるんで、この辺にこうやって移動してくるんだろうなとかっていうのは分かったりするんだけれども、そういったの、今 F2L のブロックで言うなら、これが F2L のブロックなんですけど、こういったのとかを、パッとこう動かした時っていうのって、こんなのがいきなり出てくるというのって、なんか出てきた瞬間ここにあるから、みたいな感じで気づけたりするんですけど、ちょっといまいちね、反応が遅くなるというか、98ぐらいのスピードで、例えば前回がガッだとすると、ぐらいの、100が、できねえ。だとすると、98ぐらいが、みたいな。ほとんど変わりはないんだけど、自分の中でこの100なのか98なのかっていうのは、多分、皆様やれば、なんとなくわかると思うんですよ。自分の限界ギリギリなんだけど、でもマックスじゃないよね。というようなスピードって、これぐらいかな、みたいな。そういうスピードでやると、これがすごいゆっくりこうやって動いてるように見えるんですよね。ふいっつって。で、もうすでにこれはここに動いてるというのは分かってるんですが、いきなりここに出てきたコーナーブロックとかっていうのも、みたいな感じで見る余裕ができて、ガッと動かしただけだと、みたいな感じになって、とかね。これを追ってたんだけど、ラッキーみたいなっていうことになるんですけど、98ぐらいのスピードで動かすと、今少なくともこれがあるっていうのが分かってたんですよね。で、分かってた時に、よいしょ、みたいな。こういう動きが、心づもりができてるので、焦って、見つけたみたいな、焦ってる手の動きではなく、余裕を持って、F2L のパーツとかっていうのをどんどん作っていくことができるという感じなんですよ。これはね、ゆっくり回すよ。20秒ぴったりで揃えるソルブを10回やってみるよ。というのとは全然違くて、成長が見込めるソルブだと思うんですよ。ゆっくり回すのって私はほとんど意味がないと思っていて、指をマックスで動かした方が結局のところ早く揃ってないと早く止められないんだから、指を早く動かそうぜと。で、探すの後からにしようよというようなことを、以前お話ししていて、その考え方は変わってないんですけれども、以前の動画とかでも、20秒切れるぐらいの人って、ぶっちゃけ判断ゼロになったら、サブ10とか出せるぐらいの指のスピードって持ってると思うんだよね、という話をしたことがあるんですよ。で、それは実際、例えば私の大好きなノムノムさんとかね、めちゃめちゃゆっくり動かしてサブ10してるみたいな。あれって何がすごいのかって、当然豊富な F2L の知識量とか、そういったところもあるんだけれども、見てわかる通り、判断がゼロなんですよ。それ以上に速いスピードで動かして判断をしまくってるので、あれだけ指のスピードを落とせば、ずっと眺めてられて、ずっと心づもりができるので、あんなに指ゆっくり動かしてんのに、サブ10ができるよと。それ何が違うのっつったら判断なんですよね。なので、この98ぐらいの指のスピードで動かすというようなところの何が成長を見込めるかなっていうのは、判断というところを、どんどん成長させていくということが見込めるんですよね。この練習というか、そういうソルブスタイルに変えることによって。なので、ゆっくり20秒かけて揃えるっていうのとか、別に私はいつも言いますけど、それが合ってて、ものすごいタイムが速くなったっていう人も絶対いっぱいいるので、それを否定するわけではなくってね。ただ、やっぱり現状、私で言うと例えば15秒とかね、それぐらいとかで止まってるっていう人とかが、どうやってやれば、本当にちょっとでいいから、今より少し速くなれるかな、無駄をなくせるかなとかね、そういったところで、困ってる方に向けてね、私がそれなんで、でも、この自己ベストを更新したいとか、何が何でも速くなりたいから、そういうことを考えてるっていうのよりも、無駄が多いよねっていうのが昔からずっと気になってる人でね。自分は例えば、5本指があって、5体満足で、目も見えてとかね、そういう状態で自分の使える能力をマックスで使った場合って、どこぐらいまでいけんだろうなっていうのを知るのが好きな人なので、そういう条件下であれば、いや、まだいけるよねと。いうのがあって、無駄はどこかなっていうのを探すのが好きというか、研究屋さんなんですよね。何でも考えてしまうというかね。で、そういった向上心と
というところから、こういう考え方で練習をしていけばいいんじゃねえか。こういう考え方でソルブをしていけばいいんじゃねえか。というようなこととかを、よく発信してたりするんですけれども、今みたいに、こうやってゆっくりゆっくり揃えるっていうのとかもいい練習だとは思うんですが、いざソルブで活かせるかって言われると活かせないでしょ。それだったら、以前お話しした通り、指マックスで動かして、っていうのでも全然いい。全然良くて、こののところを縮めるために、ずっとをやるっていうのも正解だと思う。正解だと思うんですけど、やっぱりね、私のお話をするのであれば、たまに11秒で揃うんだけど、たまに17秒で揃っちゃうみたいな。平均は16秒とか15秒とかね、14秒とか何でもいいですよ。それぐらいなんだけど、じゃあ15秒でできるのって言われて、できないっていうのが、私なんかちょっとモヤモヤしちゃう人なんですよ。100の平均が、私今14秒ぐらいなんですけど、じゃあ、毎回14秒でできる。私ね、そっちの方が理想なのよ。11秒でできましたじゃなくって、ずっと14秒でできるっていうソルブの方が、私はすごく理想的なスタイルなんですよね。つまり、あんまり早く揃えるっていうことに対しての向上心がないっていうのもそういうところなんですよ。だから、確かにね、11秒とか10秒とか、サブ10とか、そういうので揃ったら面白いっちゃ面白いんだけど、ずっとじゃあサブ10でできるのって言われるとできないじゃないですか。で、たまに失敗すると18秒とかが出ちゃうっていうのとかが、ここの幅がね、上手くなっていけばいくほど縮むので、そんなこと気にしなくてもいいんだけれども、なるべくだったら、同じぐらいの平均タイムで揃えたいということを考えるとですね、どこを削っていけばいいのかって言ったら判断なんですよね。だからそういった判断っていうところを特に特化して練習する方法っていうのは、先ほど動画で述べた通りですね。苦手なんだけれども、性能が高くて回しやすいキューブを使う。で、なるべく自分の感覚でいいです。自分の感覚。旗から見たら、それスピード全然変わってねえじゃんって突っ込まれてもいいので、自分の中では明らかに98のスピードで指動かしてんだぜっていうぐらいのスピードで回すことによって、この感覚が多分、20秒でも15秒でも何秒でもいいです。それぐらいのスピード帯の方だったら、結構ね、共感できるというか、そういうことかっていう風に理解していただける方が多いと思うんですよね。なので、なるべくだったら、マックスで動かすっていう練習もいい。私はどちらかというとそちらをおすすめします。おすすめするんだけど、98くらいのスピードで動かすことによって、こいつを今から入れようと思うんだけれども、こいつのこととかを割とこんな感じ。もうこうやってゆっくり見てられるんですよね。ずっと。で、今はこうやってゆっくり回してるから、そりゃ終えるでしょ、なんて思うんですけど、98ぐらいのスピード、ご自身のですよ。ご自身の98ぐらいのスピードにすると、全然世界変わるんですよ。だからそういったので、指のスピードっていうのを上げていくっていうのは一生懸命やってた。頑張ってた。なんだけど、判断は指のスピードの後についてくるから、結局たくさん回せば判断も鍛えられる。鍛えられるんだけれども、あえてそこの判断に特化した練習方法というのは、こういうこと、この2点ですね。キューブのことだったりとか、指のスピードというのを、ちょっといじってみるとですね、なかなか面白い結果が出ると思うんですよ。なので、ぜひね、タイムが伸びねえなというふうに悩んでる方は、ぜひこの練習方法というか、ソルブスタイルを試してみてください。で、当然それで平均タイムが上がったとかね、自己ベストが出たとか、そういうのがあれば、その判断重視の方で回していくのもいいですし、一旦指のスピードを速くするっていうので、ソルブをしてみようとかっていうふうに、いろいろなことを試してみると、ご自身に合った、ソルブスタイルっていうのも見つかりますし、最終的にね、すごく丁寧に回してるんだけど、めちゃめちゃタイムが速い。判断がゼロの人とか、もう回し方はむちゃくちゃ雑なんだけど、めちゃめちゃ指が速いから、手数も多いんだけど、めっちゃ指が速いからタイムが速いとかね、そういう自分なりのね、スタイルっていうのが作られていくと思うんですよ。なので、その一つの選択肢ですね。判断をゼロにする練習というようなことに意識を置いてやってみると、結構面白くなってくるかもしれません。私はね、実際タイム上がってるんで、この方法でいいかな、みたいな。指のスピードを落とすっていう感覚は持たない方がいいです。実際100から98に落としてます。でも98なんです。ほぼ100の98です。99だと早すぎるんですよ。98なんですよ。わかるかなこの感覚。そういう感じで指のスピードをね、調節してあげると F2L っていうのがすごく追えるようになるよと。あとはね、入れてる F2L のことから意識を完全に切り離すっていうところなんですよね。これはね、そうなんだって思ってました。
思ってたんだけど、なかなかね、そううまくいかないんですよ。こうやってゆっくりやってても、まあ一応これ入ったねとかね。で、今これ入れます。これ入れるんだけど、もうこいつのこととかを考えてるんだけれども、今こうだね、みたいな。もう今これなんですよ。もう今こうやってこっちの入れる動作をしてた時もずっと、ないからここだな、みたいな感じでこうやってこれを見てて、で、緑横向きだなとかっていうのが分かってるからこう、みたいな。っていうことを、このなんかこう動きをやってる時の視線がずっとこっちだし、脳内がスタンバってるんですよね。だけど、例えば指ばっかり一生懸命動かしてるとか、そもそもタイムがそんなに速くない、ギリギリ15秒とかできるよとか、そういう一生懸命やってた時っていうのは、よいしょ次みたいな。この次見つけた動くっていう、この3ステップがね、めちゃめちゃ遅いんですよ。だけど、この入れる動作をしてる時に、こことここねって心づもりができてると、もうなんかね、まあ、例えばじゃあ、意図しないところにいたとする。ここの辺に来るかなと思ったらこっちに来てたとする。でも大丈夫なんですよ。すでにこことここにあるっていう情報がここに書き換わっただけなんで、なんかこう焦ってこんなになってとかっていうことがないんですよね。だから意識の切り離しっていうのは回すしかない。回すしかないんだけれども、まあそのね、意識の切り離しプラス、まあ指をね、ちょっと動かすスピードを調節してみるという風にすると、タイムが劇的に上がります。劇的に上がる。私はその平均タイム、100の平均タイムをいつもよく言うんですけど、100の平均タイムが、じゃあ、今ね、14秒ね、14秒から、じゃあ12秒になったのか、なんない、全然なんない。そういうのじゃなくて、なんかね、幅が縮まるってことです。レベル98の指のスピードみたいな。読み重視のソルブっていうので、判断の伝達スピードを、速くするみたいな、そういった意識にするソルブにしたらですね、これぐらいの幅。遅い時もここだし、早い時もここみたいな。早い時が遅くなる。こういうことね。これはそんなないんだけど、簡単に言うとこういうことですね。そのタイム帯の、その失敗したなっていう時とうまくいったなっていう時の幅があまりなくなる。さらに言うのであれば、こっちがなくなるっていう方が正しいかもしれないね。例えば、じゃあここが10秒だとします。10秒。で、失敗した時が20秒だったとします。それがこうなる感じ。平均が、じゃあ20秒と10秒で15秒ぐらいだったとする。その人の100の平均が。それが、こうなる。いや、明らかに平均はさ、速くなるはずなんだけど、15秒ぐらいの平均は変わんないとしても、こうなるイメージなんですよね。なんかこの辺のスピード帯がむっちゃ増える。で、お気づきの通りです。私が、だったら、こうなるよねと。平均めっちゃ速くなるよねって言わないのが、この問題点。これはね、やっぱ指のトップスピードが上がってないんで、読みのスピードは速くなるし、タイムが安定する。すごく安定するんだけど、サブ点出てるっていうと、数回しか出てないんですよ。まだ、なんか、ってやってた時の方が、9秒台っていうのがよく出てたんですよね。だから、ここはね、やっぱり、指をとにかく速く動かした方がいいよと。自分のマックスっていうタイム、スピードというのを成長させたいんだったら、指を速く動かした方がいい。これはね、間違いないと思う。まだ私実験中なんで、このソルブスタイルにして2、3ヶ月ぐらいしか経ってないんで、ただ、平均がすごく良くなってるんで、先ほど見ていただいた通りなんですが、安定してますよね。あれはね、動画内で述べてた通り、何かこう、めちゃめちゃいいソルブができたとか、すごいタイムが良かったからじゃなくて、最初からのね、こう、スマホの位置を移動させてるみたいな感じの通り、もう本当にこの動画のために、普段通りのやつを撮ってみたみたいな感じなんですが、タイムがね、すごい安定してるんですよ。でも、めちゃめちゃ速いタイムが出ないと。そこがね、結構難しいなと思うんですが、ただ判断をゼロにすることによっても絶対にタイム伸びるはずなんで、そこのところとかもね、どうなのかなと思って今後、このソルブスタイルでね、検証していこうと思っております。本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり誠にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。